今度はデコイチです。はーい、電吉クラブです。はじめに JR 東日本で活躍する例51、498号機の登場です。この機関車は上越線五関駅前に生態保存されていましたが、1988年に復活。以降、高崎を中心に SL みなかみ号などで活躍中の機関車です。現代の JR 線を走るために ATS などに対応しています。次も例51、498号機ですが、こちらは復活当時の姿です。テンダーに何やらおしゃれなロゴがデザインされていますね。見えるでしょうか。象徴的なマークとともにノスタルジー・イスタンブール・オリエント・エクスプレスと書かれているんです。この例51、498号機は1988年ヨーロッパからやってきて日本各地を走ったオリエントエクスプレスの牽引でデビューをしました。加藤がその時の仕様で発売してくれたんです。ロッドの赤がとても目立つ美しい機関車ですね。もともとは当時開催されていた横浜博覧会に展示する目的で復活整備されていましたが、それが叶わなくなり、ならばオリエントエクスプレスに間に合わせようということで復活整備が進められたんです。12月23日、ついにオリエントエクスプレス最終運行日上野大宮間を EF58、61号機ロイヤルエンジンと10連で牽引しました。オリエントエクスプレスとはフジテレビ開局30周年を記念して1988年に行われた列車イベントです。ヨーロッパを走行するオリエントエクスプレスを日本まで走らせるという壮大な企画で日立製作所が協賛しました。このような機械車を準備して日本の機関車が牽引できるようにしたんです。もちろん台車も日本のものに交換されました。パリから香港までは陸路でドイツ、ポーランド、ソ連、中国などの国々を経由する考えられないような企画だったんです。この時ロシアはまだソ連だったのですが、ゴルバチョフ大統領だったから実現できたプロジェクトだったのかもしれませんね。9月7日、パリ・リヨン駅のホームの発車案内にはオリエントエクスプレス東京行きの案内板が出ていたんだとか。いやはやすごい企画ですよね。今日はデゴイチのお話なのにとんだ脱線をしてしまいました。続いて JR 西日本 SL 山口号で活躍する例51、200号機の登場です。うちでは赤いナンバープレートを取り付けています。もともと梅小路の動態保存機でしたが、2017年に本線運転ができるように整備されました。続いて出てきたのは例51の初期仕様75号機です。煙突からドームにかけて流線型を意識してデザインされましたが、その形状からナメクジと呼ばれるようになってしまいます。勘弁してくれ。なんでそんなあだ名になっちゃったの？とほほ。続いてもう一両ナメクジ型の40号機が出てきました。加藤の初期型は東北仕様でしか販売されていないので、一般仕様が欲しければ今のところ自分で改造するしかないんです。でも欲しい一心でいじってしまいました。東北仕様と自己流の一般仕様並べてみました。手前側から左側に回転しているのが一般仕様です。まず前照灯の脇にある補助灯を撤去しました。合わせて最も目立つテンダーの重油タンクも撤去しました。はじめ標準型とテンダーを交換しようと思いましたが、台車の形式が異なります。そこで台車だけは元に戻そうとすると、これがまたうまくいかないんです。結局重油タンクだけを取り去って石炭を持ってごまかしました。
次に出てきたのは北海道の0 51 953号機です。北海道の0 51は本州のデゴイチよりデフレクターが短いのがわかりますか？そしてこの953号機は煙突が縦長になったギースルー煙突を採用しています。北海道のデゴイチといえば広大な北の大地を石炭車を連ねて走った雄姿を見たいものですよね。この箱はそんな石炭列車をイメージして全部席3000が詰まっています。席が25両、壮観でしょ？そうそう、前後には車掌車が2両あります。昭和中期までは貨物列車の最後尾には車掌車が連結されていました。いつものようにスチレンボードで保管箱も有効利用しています。1,2,3,4,5,6,7,8,9 9×3 で27両の席が収納できるように仕切ってあります。で、車掌車が2両なので席は25両連なることになるんです。結構壮観な眺めです。席を取り出してみましょう。どうですか？このように車両ごとにウェザリングのレベルを変えていて実感的に見えるようにしています。カプラーも車間短縮ナックルカプラーに交換して車両間隔もリアルにしています。次に出てきたのは長野式終煙装置を装着した中央西線の D51-522 号機です。首都福島の山岳路線をもくもく煙を吐いて走ったので終煙装置が必要でした。次に出てきたデゴイチは白尾線新見機関区にいた5灯式終煙装置を装備した179号機です。SL 終煙の時にマニアが30連の姿を撮りたくって白尾線に集まったんだそうです。長野式と5灯式終煙装置をつけたデゴイチを比較してみましょう。手前が長野式、奥が5灯式です。長野式デゴイチはズバリそのまま製品になっていますので購入できますが、5灯式は大変でした。5灯式は標準型デゴイチを3両と白尾線石灰輸送貨物列車セットを買わないと入手できないんです。白尾線貨物列車セットの付属品として新見機関区所属のデゴイチのナンバープレートと終煙装置がついていました。次に我が家にあるデゴイチに引かせる昭和の貨物列車たちを紹介しましょう。これが貨物列車の箱です。今日は貨物列車丸1開けてみましょう。やはり中はスチレンボードで24両の二軸貨車が収納できるように仕切ってあります。電吉クラブの基本です。早速見ていきますね。これは加藤のわら1有害車です。電吉仕様に若干のウェザリングを行っています。これはタムです。確か河合商会というところが発売したタム2300だったと思います。これは積む線です。野菜などを運ぶ通風車で、こちらは加藤の製品です。扉が開くギミックがあります。通風車は中に外気が入るように細かな通風口や屋根にベンチレーターがありました。ですが側面扉を開けたまま走ったこともあるので、中の荷物まで再現されているのがいいですね。次はトミックスの家畜車カ3000です。中に N ゲージサイズの牛を乗せているんですが見えないですよね。次はレ12000冷蔵車です。加藤の40年くらい前からある貨車なので若干オーバースケールだと聞いています。作られたロットによって屋根の色が黒だったり白だったり、でもうちではどちらにもウェザリングをしています。屋根上に蓋付きの箱が並んでいますが、ここに氷などをセットしたんだそうで、昔は大変だったんですね。次は部外車トラ45000です。最近では積み荷カバーがつくようになりました。でもこの積み荷カバーがプラスチック感丸出しなので、僕は艶消しクリアのトップコートを吹いて、その上からタミヤ墨入れカラーのブラウンを塗っています。なんとなく埃っぽい雰囲気が出るんです。
ワム、ワラを何両か入れていますが、基本は信頼の可当性を購入しています。そして最後尾には昭和の貨物列車の必需品、車掌車を連結しています。コロナの緊急事態宣言下ではなかなか撮影にも行けないので、このような部分的な動画でごめんなさい。N ゲージって細密感だけでなく走りが良くてなんぼと思っていますので、加藤の SL は素晴らしいですよね。今日はデコイチたちが帰還庫に戻っていく映像を見ながらお別れします。よろしければチャンネル登録、評価、コメントなどをいただけると嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。またお目にかかりましょう。